はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい、また始まりますよ。今回もね、あなたから寄せていただいた作品を柴崎が独断でね、見てお直しするコーナーの始まりです。はい。ね、たくさんの作品ありがとうね。では、早速、抽選しましょうね。はい。では、やります。チャカ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 。これでしょ。はい。はい。おめでとうございます。28番の方ですね。では、早速、パソコンで見てみます。はい。ありました。はい。ありました。はい。この作品でした。いいですね。素晴らしい。カナダの方ですね。16歳のね、まだまだお若い方ですよ。水彩ですね。タイトルがジャパンタワーとなっています。ジャパンタワーなんだね。日本で言えばこれは五重の塔と呼ばれるものですね。では、柴崎がこの絵をね、見て、どこをお直しするのか、早速やってみたいと思います。はい、この作品ですね。素晴らしいね。五重の塔です。そして、紅葉してるのかな、秋の色かな、それとも桜かな。なんかでもね、とても色彩も豊かで素敵な絵ですね。この絵のね、良いところ、2点あります。まず、画材の扱いが素晴らしいですね。透明水性の具の効果をよく活かして描いてます。ね、こうウェットインウェット、紙の白なんかも、ね、うまく活かしてるんですよね。2つ目の良いところはですね、この描きたいものがはっきり決まっていることですね。意外とシンプルな描き方なんですけども、もう描きたいものがはっきり決まっているので、見た人に強くそのメッセージをこう訴えてくる、そういう作品ですね。五重塔が大きく、紙の中に描かれていて、でもこれが真ん中に入ってなくて少し右に寄せてあるなんてね、なかなかこうバランスの、取れた、構図も素晴らしいです。ね、それがとっても良いと思います。もうこの絵に関して、あまりやることないんですけども、これは日本の方ではないんですよね。日本の方でない方が、五重の塔を描くの難しかったかなと思うんですけども、一般に皆さんたちもね、こういう高い塔のようなものを描きたいってことあると思います。ではその時にはものがどう見えているのかっていうね、デッサン的なお話を少ししながらこれを描いてみたいと思います。はい。そうですね。では、まずこの絵の良いところですね。ここに描こうかな。まず とにかくこう描きたいですね。ものがはっきりこう決まって、それがシンプルに分かりやすく配置されてるっていうことですね。そして、透明水彩の絵の具の扱いも素晴らしいです。はい。で、とても良いんですけども、柴崎がね、あえて何かお話しするとすれば、この高い塔のようなものを描くときにはどうしたらいいんだろうっていうことですね。少し下から見てますよって感じですね。はい、ちょっと五重の塔のどうしようかな、ここにいきなり書いてしまおうかな。五重の塔みたいな高い塔を描くときですね、まず中心線を引きます。はい。五重の塔といってもいろいろな種類があってですね、この上から下までこの幅が、屋根のこの幅がですね、横幅があまり変わらないものもあれば、下に来るとだんだん幅が広くなるものもあるんですね。これ見るとこうなってますので、下に来ると少し屋根の幅が広くなっているようですね。ちょっとそんなイメージで
まず少し、左右対称の線を引きましょうか。で真ん中のここの部分ですね。それを設定しましょう。結構ここは遅いんですね。それで、屋根を描くんですけども、ここで言いたいことはですね、この絵をどういう目の高さで見てるように描きたいかなんですね。で、これが平らにこう書いてあるから、この辺をじゃあ目の高さと決めましょうかね。この辺が目の高さ。でここに屋根があるんですよね、一つ。次の屋根がここの辺にある。次の屋根がこの辺にある。という設定ですね。はい。それでですね、その間にこういうのがこう、でこうつながってくるんですけども、ですね、これを見ると、例えばここの箱の部分ですね。これはこちらの面とこちらの面が見えてますよね。つまりこっちの面とこっちの面が見えてるわけです。これはですね、この目の高さに向かってこのようになってるというふうに描くといいんですね。で、今度はじゃあ次のこの辺りの箱ですね。これはこれと同じ、ずっと向こうの方に行くようですね。こうやってこれが同じ位置に、この高さの同じ位置に行くように、この線のこっちの方にですね、こう集まるようにこうやって描いていくというわけです。ですね。これが大事なんですね。だからこうやって無数にこうやってこう線引いていけば、特に分かりやすいということになるんですけども、例えばこんなことです。はい。そしてこの上の屋根、上の屋根はこう深いんですよね。こうなってこうなってる、こうなってる。そしてこれがですね、実は屋根を下から見てるから、屋根の向こう側が、これがこう行くと同じ方向にこのように見えて、今度はここからこちらに行くようにこう見えてるというふうに書くというわけです。ね、そしてここは跳ね上がってます。これちょっと跳ね上がってるんですよね。あんまり跳ね上げてしまうと中国のね、塔の建物に感じに見えるので、少し気をつけた方がいいかもしれないですね。このように跳ね上がるわけです。で、ここにこんなのがですね、こんなのつけるといいと思います。で、これもこうですよね。こうなってこうなって、ここは日陰で本体はよく見えないかと思うんですけども、例えばこんなんで、確かにここにね、コーランっていう手すり状のものがこうついたりもしてます。こうやって。はい。で次の段ですね。ここまたこう屋根が降りてくるんですけども、これもこっちに行くようにですね。そしてこっちに行くように書きます。こう少し跳ね上げて、少しここを跳ね上げて、ここを少し跳ね上げて、こうですね。そしてまたここもこっちに行くように、こっちに行くように書きます。これはこっちに行くようにこう書きます。そうすると下から見上げた形になってくるんですね。どうですか？そんな風に見えますか？はい。ちょっとこんな下じゃなかったね。それでまたこれがこう切ってだんだん平らになるんですよね。こうやってこうやってこう上げてこう上げてこうかな。
これがこっちに行くように、だからもうほとんど下は少ししか見えなくなってくるんですね。こんな風にして、こんな感じかなですね。はい。五重塔はここに9つの輪がついていてクリンって言うんですね。その上に水雲という形のお飾りがついています。それでこの方はこう書いて、でここに、なんかこんな風にですね、木を書かれているんですね。そしてここにこっち側の建物をここに書いてるんだ。これもこの建物も今こうなってるけども、そうではなくてこっち下がりですね。このように下げていくように書くと正しいんですね、本当は。はい。こうなっていて、こうですね。でこれも少しだけこう上がってこんな感じでしょうか。ここもこう隠してるんですね。はい。でここの軒側峰があって、こんなんですね。はい。でこのデッサン的な考えが、なかなか難しいけども、一般の方もね、特に日本の方はね、この書く機会が多いと思いますので参考にしてくださいね。では塗ってみます。もう空もとってもよくできてます。はい。では少しこっちに移動して、はい。でここを消しましょうか。分かったところちょっと消しておきますね。空がね素敵に描けてます。水で濡らしてウェットインウェット、こんなウルトラマリンのような色かな。でわーって塗ってるんですね。とってもいいと思います。はい。そしてこれ屋根のところも同じような色で素晴らしいですね。こうですよね。よいしょ。こんなんでしょうかね。はい。次も同じですね。こうなって、こんな雰囲気ですね。はい。次々と同じなんで、だんだんこれが水平になってくるんですね。こういうところはちょっと大切なところですね。こんなんこんなんでしょうか。はい。そして、赤いような色で、
まずシルエットを描いちゃいましょうね。こうかな。こんな感じですね。そしたら今度は屋根の下を日陰の面を一緒に描いてしまいましょう。暗い色ですね。ところをちょっと跳ね上げて、ちょっと小さいだから描きにくいですね。ここをちょっと跳ね上げてですね、屋根の向こう側を描いて、で日陰を塗る。このくらいかな。こうですね。はい。あとは同じなんですけど、こうやってよいしょ。こんな雰囲気でしょうか。ですね。はい。じゃあもうここまで書いたからみんな帰っちゃいましょう。こう書いて、こう書いて、こんな感じで、屋根の下を少しにして、はい。そうですね。もうこちらは少し日陰のようにもう処理してしまっていいですね。何かみんな日陰のように描いてしまった方が絵としてはいいかと思いますね。ね。でもこれ非常に本当ねもう上手に描けていてとても良いと思いますね。ここの木は素晴らしいですね。そう、これこっち下がりですよね。こういうところとても大事ですから、
ねえ。何の花なのかな。はい。ね、とてもうまく描けてます。ということで、こうですね。こんなになっていてですね。これ少し岩描きましょうね。はい、以上です。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただけますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう、特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。まず、ね、書きたいものがはっきり決まっていて、ですから構図がね、もうですね、ベリーグッドですね。ね、この空の表現も大変うまいと思います。この建物をね、高い建物を下から見たとき、ごめんなさい。こういうものですね。こういうものは、これですね。これがアイレベルっていうんですね。アイレベル。この線は、ね、このように考えて書くといいと思いますね。はい。ここはもう素晴らしいですね。ここは本当にですね。大変素晴らしいです。少しそうですね、後ろの塔をちょっとクールカラーにするとですね、この建物との前後感がはっきりするかなと思います。はい。だからここら辺とここら辺ですね。少しだけね。その方ですね。もう大変よくできてます。はい。はい。ね。書き上がりました。もうとてもね、水彩絵の具の扱いなんか、とてもいいんですね。ですので、なかなか難しいね、この形っていうことで、ちょっとね、お話ししました。参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、柴崎はあなたからのね、作品お待ちしてますよ。この動画のね、紹介欄に応募の URL ね、貼ってありますから。そちらからお一人一点です。そしてオリジナルの作品を待ってます。ということで今回もね、もう終わりまでずっと見てくれて本当にありがとうね。お体に気をつけて、また次回お会いしましょう。
はい。それでは、ありがとう。またね。